はい、こんにちは。ITINS ラボです。マイクロビットの使い方講座です。ですね、今回から新しくタイマー機能を作ってみようぜっていうところを言ってみたいと思うんですが、その前にですね、その中で関数っていうやつをちょっと使っていくので、今回ですね、関数の定義っていうのだけ、ちゃちゃっと前情報として、お話しさせていただこうかなと思ってます。ですね、関数って何かなっていうところあると思うんですが、どう説明しようかな。まあ、一つの機能をまとまりにしちゃうっていう風に思ってもらったらいいかと思います。プログラミングやってるとですね、この関数っていう、言い方よく出てきます。これなんだろうな。英語で言うとファンクションなのかな。まあ、そんな感じです。じゃあ行ってみましょう。例えばですね、例えばなんですが、そうです。どういう風に関数っていうのを使うのかっていう話をちょっとしてみたいと思いますね。例えばですね、A ボタンが押されたとき、ハートのアイコンを表示して、まあなんだまあ、0.2秒ぐらい待って、何しようかな。何でもいいんですが、まあ、悲しい顔になって、何しようかな。で、また0.2秒ぐらい待って、で、まあその後ハートに戻すっていう風にするとするじゃないですか。でですね、例えば、これにB ボタンにものすごい似たような機能を当てるとしますね。同じじゃなくて、例えば、ですね、最初だけ違う。最初だけ×から始まるとするじゃないですか。ですね、A を押されると、ちょっと待ってください。どうぞ。言ってみましょう。はい。A を押されると、ハート、悲しい顔、ハートとなると。で、B を押されると、×となって、悲しい顔、ハートとなると。っていう風にですね、ここの後半2つってどっちも一緒ですよね。どっちも一緒なんですよ。なので、これを2回書くのがちょっとめんどくさいぞってなるじゃないですか。例えば、この A プラス B ボタンが押された時っていうのがありますよね。で、この場合コピーできちゃうからいいんだけど、なんていうんですかね、すっきり書きたいとかそういう事情があってですね、これを一つの機能としてまとめちゃえっていうのがあるんですよ。なんでこれをやってみましょう。関数を作成するですね。関数の中に、何でしょう。今回はじゃあ、アイコンだけなんで、アイコンっていう関数を作ったとしますね。で、この関数の中にですね、この手順をごそっと入れちゃうわけですよ。これも入れとこうかな。はい、ごそっと入れときます。ですると、ここから先はいらなくて、この関数アイコンってやつを呼び出すようにしとくと。こういう感じなんですね。はいはいはい。よいしょ。はい。ってすると、最初に A ボタンが押されると、ハートが表示されますよと。で、その後は、この関数アイコンっていう一連の操作をやりますってことなんですね。で、関数アイコンっていうのはちょっと待って、悲しい顔してハートにすると。で、B ボタンが押されたら、最初は×出して、その後、この関数アイコンの一連の動きをやりましょうということなんですね。なので、全体としてすごいスッキリしたじゃないですか。で、これ例えば、複製して、A プラス B ボタンについても、操作を決めたとしますね。で、A プラス B ボタンの時は、最初のマークは違うけど、やっぱり後半は一緒。で、しとくと、全体としてすごいスッキリするんですね。なんで、見やすいし分かりやすいというような事情があって、この関数ってやつを使います。実際実物で見てみると、こうですね。最初がハート、で、ビオスと最初が×。こんな感じですね。はい。で、この関数という考え方ですね。ファンクションとも言いますが、プログラミングをやっていく中でですね、かなり便利で大事な考え方になるんで、ぜひぜひ皆さん覚えておいてください。じゃあ、次回以降ですね、タイマーの作り方見ていきたいと思います。